何度も蹴られて、パンツ買いよって言っても足で蹴られるし、もうそれが一番大変です。下の世話が大変でしたね。おはようございます。メモリーズです。よろしくお願いします。もともとどなた様がお住みだったうちの父がちょっと病院で亡くなって、はい、まあずっと置いててもしょうがないのでちょっと住もうかなと。あでその時に荷物があまりにも多いのでどうしたらいいのかと思って、それで御社の方にありがとうございます。母の方はもう今病院の方に入っているので、そうなんですか。お母様はショック。いえ、もう認知症で、はい、でも自分で食事ができないので、ちょっと施設の方では扱えないっていうことなので、まあ、病院でその家具も全部捨てていただいて、もう何もないように一旦はもうリセットして、そうです。その方がもし売る場合にも、はい、簡単に息子とかもし私亡くなった時に渡った時に、はい、なるべく手間のかけないような、はい、そういう風にちょっとやろうかなと。はい。今から残すものを買っていきます。で、これが漏れちゃうと下に持って行ったりパッカー車でこうやって巻いちゃうともう帰ってこないので、そこだけちょっと話させて。そうですね。いるもんだけ今シール貼ってるから。飲み物だけはそうやってこれでいるみたい。電話もいらないし。今いるもんみたい。いるもんいて。いるもんだ。テレビ。この下はどうしようかな。じゃあこっちの部屋でまずやろう。時計はいるの？時計いらない。いらない？オッケー。外は残すもんとかある？物干し板をするか。お客さんがスリッパのって。全部そうなんだよ。2円見つけましありがとうございます。貴重な。いやもうこれは序章です。ありがとうございます。はい、お願いします。こんな使えるものだったらリサイクル。もう使えないと思うので、はい。で、ここに書いてもらったら、内容は健康状態。そして自分の家族のと自分がどういう保険に入ってるか、エンディングノートですよね。奥さんとか旦那さん亡くなった時も何していいかわからないってなるので、いざどうなるかわからないからだから若い方には奥さんとかお子さんに残すって感じで書いておきます。例えばお家の中で残してしまったりとか、親の介護されてる方がこう見られてまして、結構どんなことが大変だったのかとか話していただければなと思いまして。やっぱり下の世話ですね。トイレ行こうって言っても行かないので、なんかもう寝たまま大きい方もするしちっちゃい方もするし、なのでこの布団が汚れてたんです。寝てるんですが、もうそこで下の霜が全部その中でしちゃうっていうので、それはそのヘルパーさんとか介護のもう来ても、はいで行かないんです。皆さんね、介護施設デイサービスに行ったらいいんじゃないかって言うんですけど、本人がまず行かないんです。でまずその前に病院に行かないんです。だから病院に連れて行くのに1年半ぐらいかかります。自分でその排泄されてることは分かってるらしいですか？もう最初は分かってたみたいなんですが、おトイレにいるって。でもそれも毎回ぴったり合うわけじゃなくて、例えば5階に一遍のトイレでできるけど、あとはもうお布団でするとか。だからあまりにも汚いので、もうすごい匂いするので、変えようと思ってももうプロレスみたいになってすごい力なんですよ。私何度も蹴られて、パンツ買いよって言っても足で蹴られるし、もうそれが一番大変です。下の世話が大変ですね。お風呂も鍵何か先ほどの鍵ではないですか？じゃあいくらか言ってください。ありがとうございます。金庫があったんですね。そうなんです。はい。それらしき鍵が。いや、開いた。開いた。1円のめっちゃ入ってるじゃん。感動ですね。感動ですね。ね、見て。ほら。封筒。お金入ってるわ。
履いてありました。入ってるわ。嘘。三うわ。あ、よかったじゃないですか。やば。お金入ってるよ。川向さんファインプレーですね。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。介護施設で一番のメインっていうのはリクリエーションとかじゃなくてやっぱりお風呂入ること清潔にするっていうことがもうほとんどメインなんです。だからそれをしてもらいたいのにもう全然できなくって1週間に2度施設に行けたらいい方で、でも最後の方は自分のチェーンを締めちゃってカッターで切るぐらいでと思ったら反対に家に出て3回ぐらい行方不明になったんですよ。で警察に行ってフォーカスさんのところにも自分のその名前とそういうのを登録してで見つけていただくって。一番ショック受けたのは病院行く時にたまたま私が休みだったので次のお薬をなんとか欲しいっていうので病院で一人で行ったんですよ。そしたらお医者さんはやっぱり1ヶ月の分しかいただけないんですよね。その時は1ヶ月経ってないでしょって、だから薬の方は処方できませんとおっしゃった。でもね、来るのが来ないんですって、来れないんですよって、ちっちゃい子だったら抱っこして来れるけどお医者さんはその患者さんを病院に連れてくるっていう大変さが本当に分かってなくって、その時が一番腹立たしかったですね。で強く言えないんですよね、やっぱ見ていただいてるのでそれを最後までもうやり抜いた感じ。いやもうでも途中で本当に無理で、父がその時目が悪くってで最後誤飲性肺炎になってしまったんです。それで家でもう母がいるからっていうので通いながらやったけどもうどうしようもなくって入院して、でも1件だけ大丈夫ですって入ったらそこのかかりつけのお医者さんにやっていただけますからっていう1件だけ見つかって、もう藁をもすがる気持ちでそこに行って、で2年ね初めはなんか家に帰るとか言ってたけど、まあ一応楽しくは暮らしてたんですけど、3年目ぐらいかしらね大腿骨骨折なんか怪我を中でして、で入院をしたらその隣のお部屋の方がコロナだったんですよ。でコロナに移って別棟病棟になってでやっと施設に帰れたと思ったら肝機能障害が悪いっていうことで、でまた病院入院してで胆のうが悪いということで手術したんですけど、そこからもう食事が全く取れなくって、今はもう鼻から通してやってるんですけど、一応延命治療はしないっていうことでもう胃ろうはもうやめてくれということで、なんか今はその状態で、もうお医者さんからはね、まあその場合は3ヶ月か4ヶ月の命ですよって言われたんですが、根がしっかりしてんだらね、多分10年ぐらいは長生きするんじゃないかしらっていう自分は思っております。ごめん。じゃあこちらで行かせていただきます。よし。こちらぼーっと見て冷蔵庫とか残されるもののすいません。と母子手帳出てきましたので渡しておきます。はい、すいません。私のです。わあすごい。うわこんなんだったんだ。年代わかりますね。わらばんし。命名はいいですか。命名はいいですか。こんなん置いてたんだ。父の方が本当に別の病院に入院して父は行きたいっていう人だったんです。胃ろうしたいって言うから、じゃあ胃ろうしようかって本人がしたいって言うからって言った夜に亡くなったんです。デイサービスの方に入所でここに開けた時にもうじいちゃんも亡くなったんで一気に2人帰ってこなくなるっていうか、ちょうどなんかばあちゃんがあっち行ってなんか大丈夫かなみたいな
感じあったんじやっとゃないですかね。ほっとしてね、施設に入れてほっとして、じゃあ父の方の面倒を見れるかなと思ったら、もうすぐに亡くなって、母はその亡くなった時になんか施設でずっと泣いてたって言うんですよ、施設の方。何か感じたのかな、なんかずっと泣いてらっしゃいましたって言ってそれが伝えてないよくわからないんですけど、もう介護5なので、もう全く私のこともわからないんです。まあ、言っても分かるって言ってもずっと寝てるし、私もね何年間呼ばれたことがないっていう名前をここの家に移るのは私はすごいしんどくって、なんか今メンタルの病院に行ってるんですよ本当は。あまりにもしんどくって1年間はもう入れなかったんです。あまりにも辛くってで2年3年でやっぱり父も帰りたいのかな、もともとここに住んでたからもしかしたら帰りたいのかなって自分で言い聞かせて、なるほど。ちょっと住んでみようかなって、まあそういう風に転換してだから今もちょっとメンタルのちょっと薬はやっぱり飲んでます。もう薬なかったら入れないんですよ。でよくそれで暮らせるかなと思うんですが、だからもう家具一切なくしてリセットですね。そうなんですよ。でちょうどいとこがすごくメモリーさんが良かったから何回も言われてたんですよ。でこんなに綺麗に、ね、なるとは思わなかったね。お母様とお父様がちょっと相次いで倒れられたということで、母の場合はコロナにかかってしまって半身動かなくなって、父の方は人工股関節もしてたんですよね。脱臼するとめちゃくちゃ痛いらしいんですよ。その意識なくなるレベルでトマトジュースがその手の届く範囲のところに転がってたから、命が助かってまず良かったです。